サワディーカー。タイ在住野菜ソムリエプロ健康料理研究家の青です。今回のサラディクッキングは暑い日にぴったりサルサそうめんです。いかにもヘルシーすぎじゃないかってくらいですが、食べてみるとすごく食べやすくてさっぱりしているのに満足感もしっかり。特にパクチー好きには涙もののレシピとなっています。タイ料理にはそうめんと似たカノムチーンという麺をソムタムやヤムというサラダと合わせて食べることがあります。そこからヒントをもらったとも言えるのですが、そうめんとサラダって確かに合うから、じゃあサルサにも合うかなと思って試したのでした。サルサにめんつゆってどうなのとも思ったんですが、全然違和感ないですね。本当に美味しいので、パクチーが手に入るならぜひぜひ試してみてください。それではまずは Today's Word。 今回はサルサという言葉に注目してみます。サルサはタイ語では外来語になってサルサーと呼ばれています。サルサと聞くと私はダンスを思い浮かべるのですが、元は音楽なんですね。サルサミュージックは1960年代にキューバ人やプエルトリコ人がラテン音楽にジャズやソウル、ロックなどの要素を取り入れてニューヨークで流行らせた音楽です。いろんな音楽の要素がミックスされているところが、いろいろな食材やスパイスを混ぜたサルサの料理に似ているということで名付けられたと言われています。サルサダンスはこの音楽に合わせたダンスなんですね。では、お料理のサルサとは何のことでしょう。メキシコ料理といえばサルサを思い出す方も多いでしょう。タコスやナチョスと一緒に食べることもあり、サルサソースとも言われますが、実はサルサとはスペイン語でソースという意味なんですよね。そうなるとサルサソースはソースになっちゃいますね。昭和の時代に学習していた人にしか通じないかもしれませんが、昔チャオプラヤー川のことをメナム川って呼んでいたことを思い出しました。メナムは川という意味で、タイ人がチャオプラヤー川のことを単にメナムと呼んでいたのが、川の名前だと思ってメナム川と呼ぶようになり、昔は教科書にもそう記載されていたんですよね。話がそれましたが、サルサはソースという意味なので、醤油もサルサデソハ、ケチャップもサルサデトマテとなります。液状に近い調味料はサルサなんですね。メキシコ料理で使われているサルサには実にたくさんの種類があります。有名なのは赤いサルサという意味のサルサロハか、生のサルサという意味のサルサクルダでしょうか。サルサクルダはメキシコの国旗の配色に似ていることからサルサメヒカーナとも呼ばれます。どちらもトマトを主体に唐辛子、パクチーなどから作られています。サルサロハの方が潰すこともあってより液状になっていますが、違いがある時とない時があってよくわかりません。私はとりあえずサルサとかなり大きな一般名称で呼んで、これから紹介する料理もサルサそうめんと呼びます。フレッシュな野菜を使ったソースがたっぷりのそうめんって感じで思ってもらうといいと思います。さて、それではサルサそうめんの作り方を見ていきましょう。ベースとなるサルサはいろんな料理に使えますので、常備菜としてもおすすめです。サルサは作りたてより1日置いたくらいの方が美味しくなります。数日保存できますので、まとめて作るのがおすすめです。夏にぴったりですから、次回サルサの他のレシピも紹介しますね。サルサのベースの材料ですが、サルサそうめんに使う場合に2人分くらいになる分量です。トマト 400g、ニンニク1かけ、玉ねぎ 50g、オリーブオイル 10g、塩 3g、塩コショウ 1g。
まずはトマトの前に玉ねぎからいきましょう。玉ねぎはみじん切りにします。玉ねぎの辛みを抜くのに水につけてしまうと栄養が抜けちゃうし、水っぽくなるので、カット後に水にさらすのはおすすめしません。空気に15分さらすと十分に辛みが抜けますし、玉ねぎの成分の硫化アリルが空気に触れてアリシンという血液サラサラ成分に変わりやすくなります。15分以上であれば30分でも何時間でも大丈夫ですから、お料理の時はまず玉ねぎをカットするといいと思います。次がメインのトマトです。タイの中型トマトはあまり美味しそうに見えないのが多いですが、料理に使うトマトは甘すぎないくらいでちょうどいいので、あまり気にせず安いトマトを利用しちゃっていいと思います。安いのをたくさん買ってたくさん食べる方がいいですよね。トマトはまずくし形にカットします。ちょっともったいないのですが、トマトの種とゼリー状の部分を取り除きます。そうしないとソースの味がなんか薄まっちゃうんですよね。あと、長く保存するためにもあまりぐちゃぐちゃにならない方がいいんです。ただ、すぐ食べる場合は使ってもいいと思いますし、うまみ成分はゼリー状の部分に多く含まれているので、捨てないでミキサーにかけて潰したりして、別のソースやジュース、スープなどに使ってください。中身を取って測ったらぴったり 200g になりました。こういうのはなんか気持ちいいですよね。その後はひたすら角切りにします。動画はありませんが、ニンニクはみじん切りにします。オリーブオイル、塩コショウも用意して、まずオリーブオイルと塩コショウをよくかき混ぜます。あとは全部をしっかりかき混ぜるだけです。このまま冷蔵庫で寝かせます。一晩くらい経ってからの方が味が馴染んでまろやかになって、程よく酸味と甘みも出ます。時間がなければこのまま使ってもいいですが、その場合は酸味など味がまだ硬いので、さっき話したようにゼリー状の部分も加えるか、ライムを加えて水分を増やすといいでしょう。通常はライムはなしでこのまま保存します。では、いよいよサルサそうめんを作ります。サルサのベースを冷蔵庫から出したらボウルに移します。大きなスプーンで3杯使っていますが、4杯くらいあってもよかったので後で追加しています。2人分なら作ったベースを全部使うくらいでもいいでしょう。パクチーたっぷり、あるだけ好きなだけと思ったら、ちょっとこれは欲張りすぎたかな。パクチーをみじん切りにして混ぜます。タバスコをお好みで、通常は2振り、私は自分用にはたっぷりかけます。オリーブオイルを軽く一回しかけて、これをよくかき混ぜておきます。ではそうめんを茹でましょう。最近茹でないそうめんなんていうのが流行っているようで試してみました。沸騰したお湯にパラパラと入れて軽くかき混ぜたら、火を止めて蓋をして放置します。放置時間は通常の茹で時間に1分くらいで良いようです。このそうめんはいつも2分茹でていますので、3分放置してみました。確かにコシがあって盛り付けてもしっかりしています。普通に茹でたのと比較していないので分かりませんが、放置時間がある分、めんつゆの用意など他の作業ができていいですね。では、そのめんつゆの用意をしましょう。普段使っているのは3倍濃縮です。3倍濃縮って1対3で薄めればいいと思っていたんですが、正しくは1対2なんですね。知った時は目から鱗でした。氷を入れるので、大さじ2に対して水大さじ3で割ります。溶けたら1対2になるくらいの氷ってことですかね。そうめんはお湯を捨ててよく洗って氷水で締めます。あまり長く水につけたままにしない方がいいようです。なんか容量が悪そうに見えるのは、ミネラルウォーターと氷をケチっているからです。さ
て一気に仕上げです。そうめんの水分をよく切って器に盛り付けてサルサをのせます。めんつゆは別盛りでもいいですし、一人で食べるなら回しかけちゃってもいいと思います。はい、出来上がりです。パクチーもたっぷりでデトックス効果も高そう。暑い時にそうめんばかりだと体力がなくなって夏バテしがちになりますが、こんなそうめんなら夏バテ知らずで毎日でも食べられそうです。ぜひお試しください。いかがでしたでしょうか。今回はタイで楽しむ楽々健康料理サルサそうめんをご紹介しました。もちろん他の国でもパクチーが入手できるならお試しください。たまにパクチーが苦手という方がいて、パクチーなしでお出しすることもありますが、それはそれで好評でした。パセリやセロリで代用するのもありですね。この動画が良かった、参考になったという方は高評価ボタンをお願いします。今後もサルサのアレンジ料理をご紹介しますので、チャンネル登録をして楽しみにお待ちください。それでは今回はこの辺で。サワディーカー、コップマーカー。